どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はね、訳あって買ったばかりの2代目の α7S3 で撮影しています。皆さんカメラの取り扱いには十分注意しましょう。急な出費でね、ちょっとへこんでるんですけども、気を取り直していきましょう。今日は4月から5月に買ってよかったものを紹介していこうと思います。では早速1つ目紹介していきます。買ってよかったもの1つ目はこちら。ダイワプラスチックのバケツエンジョイ&ドレーニングセットです。こういったバケツとこのドレーニングがセットになったものです。これはね、観葉植物を部屋で育てている方にはめちゃくちゃおすすめです。この10リットルのバケツに水切りトレイがついていて、この上に植木鉢を置いて上から水やりをすると土を抜けた水がこのバケツに溜まるので、部屋の中でも思いっきり水やりができるというアイテムです。植物の水やりは土の中の空気を入れ替える意味でもシャワーとかでね、しっかり水を通すようにしてあげた方がいいんですけど、部屋の中だとね、なかなかそれが難しいんですよね。でもこの水切りトレイ付きのバケツであればしっかりたっぷり水やりをすることができます。うちも室内で水やりしたい植物がね、たくさんあるので、結構前にね、こちら購入検討していたんですけど、これずっと品薄状態が続いていてなかなか買えなくて、最近ねやっと買えるようになったので、うちはねこれ5セットまとめて買いました。これだけあればね、たくさんの植物をまとめて水やりしてしっかり水切りしてから鉢受けとか鉢カバーに戻すことができます。これね本当に便利なので、部屋でたっぷり水やりをしたい方にはね本当おすすめです。そういったわけで買ってよかったもの1つ目はまずこちらのダイワプラスチックのバケツとドレーニングセットです。で、続いての買ってよかったものはこのバケツと一緒に使っているこちらですね。バレルのデュアルフローポータブルシャワーです。こちらはバッテリー内蔵のポータブルシャワーになってます。こういったバケツとかペットボトルから水を汲み上げてシャワーを使うことができるので、ガーデンホースが届かない室内でも植物にたっぷりシャワーをすることができます。給水方法はバケツにこのホースを入れて汲み上げることになるので、僕はねさっきのトレーニングバケツに水を張ってそこにホースを入れて水やりしながら土を抜けた水がまたバケツに戻るようにしています。この使い方ね、有機質な土とかだとホースがね目詰まりすることもあるかもしれないんですけども、うちで使ってるような赤玉土とかみじんが出にくい土だと特にね問題なく水を循環させられています。もちろんね置くスペースとかに余裕がある方は別のトレーニングバケツの上に置いた植物に水をやるっていう方がね安全だと思いますけど、うちはねそんな感じで循環させるパターンでやっちゃってます。で、モードは強弱2パターンあるんですけど、水の勢いはねそんなに強いわけではないので、僕はねいつも強の方で使っています。このポータブルシャワーとトレーニング付きのバケツがあれば室内での水やりがめちゃくちゃはかどります。で、このシャワーはねもちろん植物の水やり以外にもキャンプとかで例えば汚れ落としに使うとか手洗いとかに使うってこともできるので、ホースを引いてこれないところでシャワーを使いたい方にはこちらねめちゃくちゃおすすめです。これらね概要欄にリンク貼っときますので、気になる方はチェックしてみてください。買ってよかったもの2つ目はこちらのポータブルシャワーでした。買ってよかったもの続いてはこちら、モフト 8-in-1 多機能スタンド、紛失防止対応のタイプです。この前公開した友人とか街で出会った人からそれどこのって聞かれるものを紹介する動画でもこちらね紹介していますけども、モフトの 8-in-1 多機能スマホスタンドの最新型で紛失防止機能がついたモデルです。モフトの基本機能としては iPhone の背面にこのようにマグセーフでくっつけることができて、でここを開くとこれがスマホスタンドとして使えるというものですね。高さや角度を変えられたり、自撮り棒として使えたり、7パターンのスマホスタンドとして機能するのと、ここがね開けるとカードケースにもなっているので、クレジットカードとかを2枚まで入れられたりもできます。めちゃくちゃ使い勝手がいいので、僕はずっとねモフト 8-in-1 愛用してるんですが、これがね最近アップデートされまして、最初に言いましたが紛失防止機能がつきました。 iPhone の探すアプリにも対応していて、世界中どこで落としてもこの探すアプリのネットワークがどこに落としたかっていうね場所を突き止めてくれます。また探すアプリからモフトのアラートを鳴らすこともできるので、部屋の中とかでなくした時とかもすぐに見つけることができます。僕はこのカードケースにクレジットカードとか会社のセキュリティカードとかね入れてまして、なのでもしねこのモフトを落としたらどうしようと思ってたんですけども、このモフト自体に紛失防止機能がついたのでこちらにね買い替えました。モフトはねマグネット結構強力なので簡単に落ちたりはしないんですけども、万が一ってことがあるのでこの紛失防止機能付きというのはねありがたいです。本当これもね買ってよかったですね。続いての買ってよかったものはこちらです。
ムブナのトルネードコーヒーサーバーレインボーです。これはね、ポストコーヒーさんのインスタで紹介されていて気になっていたんですけど、下北沢の店舗で実物を見て一目惚れして購入しました。こういったね、ガラス製のコーヒーサーバーなんですけど、形が特徴的で、このね、底の部分がこのように山になってます。あとね、緩やかな溝がついています。で、ここにコーヒーをハンドドリップすると、コーヒーの香りをふわっと立てながらクリアな味わいにしてくれます。で、これね、アイスコーヒーもとても美味しく入れられて、この前アイスコーヒーの美味しい入れ方の動画もね、このチャンネルでアップしましたが、そこでも言ってますけど、ドリップしたコーヒーを直接氷に当てるよりも、氷を後から入れて後入れしてゆっくり冷やす方が甘くえぐみが少ないドリップができるっていうことが分かったんですけど、このコーヒーサーバーも氷をこの周りに敷き詰めておけば、ドリップした時に一度サーバーの山に当たって溝を伝って氷に届くので、氷を後入れした時と同じような甘さ、クリアな口当たりになります。そんなムブナのコーヒーサーバー、コーヒーを美味しく入れられますけど、とにかくね、見た目がかっこいいですよね。これはね、クリアタイプとレインボータイプがありまして、僕はね、こちらのレインボーにしました。これは本当に見た目も気に入っています。買ってよかったです。で、続いての買ってよかったものはこちら、マーナのシュパットアンブレラです。これもね、この前のそれどこのって聞かれるものを紹介する動画で紹介しましたが、束ねるためのベルトがない傘です。こちらベルトがなくてグリップの部分を引いて傘を開閉するので、手を濡らすことなく傘の開閉ができるというものです。これね、シュパットアンブレラは僕結構前から使ってますけども、これがね、最近アップデートされまして、より軽量化されて UV カット率も向上したので、こちらをね、追加購入して今こちらを使ってます。持ち運びやすい西武兼用傘なので、最近はね、雨が降ったり止んだり不安定な日も増えてきたので、早速ね、役立ってます。より使いやすくなったシュパットアンブレラ、これもね、買ってよかったですね。で、続いての買ってよかったものはこちら、プラスのローラー消しポンワイドです。これはね、郵便物とかの個人情報を簡単に塗りつぶすことができるスタンプです。このように上の部分を押すとスタンプが出てきて、これをね、コロコロっとするだけで個人情報とかね、塗りつぶすことができます。これ横幅 55mm の幅で細かなね、文字列をスタンプできるので、ワンストローク転がしただけで郵便物の伝票の文字とかを簡単に塗りつぶすことができて、読めないようにすることができます。以前こちらのローラー消しポンをね、紹介したんですけど、これはね、蓋を外してコロコロするタイプで、蓋を取るときにね、結構手にインクがついてしまったりすることもあって、あとね、スタンプの幅もそんなにね、広くないので、伝票を塗りつぶすときも何往復かしないといけなかったりしたんですけども、今回購入したこちらの大きいね、ローラー消しポンワイドであれば、ワンストロークで広範囲を塗りつぶすことができるので、めちゃくちゃ楽になりました。ノックしたらスタンプが出てくるので、スタンプを出す時も手を汚すこともないので、とてもね、使いやすいです。この前も Amazon のセールがあって、うちにもね、またいろいろ注文したんで荷物がね、どんどん届いたんですけど、伝票をいちいち剥がすのって結構ね、面倒なんですよね。でもこれだったら伝票を剥がすことなく簡単に個人情報を塗りつぶすことができるので、本当に助かります。これもね、ワイドタイプ買ってよかったですね。続いての買ってよかったものはこちら、クイックルの洗面ボールクリーナーです。洗面台を洗うスポンジ付きの洗剤です。毎日洗う洗面台なので、いつでもきれいに保っておきたいところですが、この洗面ボールクリーナーは気軽にささっと洗面台掃除をすることができます。キャップを外すと先端にスポンジがついていて、このスポンジを洗面台に押し付けると洗剤が出てくるので、これをこすって泡立てて、そのまま洗面台の掃除をすることができます。スポンジ一体型なので使いやすいですし、コンパクトなスティックタイプなので、洗面台の横とかに置いておけば、汚れが気になった時にさっと取って洗うことができるので、いつでも洗面台をきれいに保つことができます。で、使った後はスポンジに洗剤を含ませた状態でしっかりキャップをしておけば、スポンジもね、ずっときれいに保つことができるらしいので、ほんとこれね、使いやすいです。ちょっとね、地味なアイテムではありますが、これもね、ほんと買ってよかったです。続いての買ってよかったものはこちら、高木の電動ノコギリです。
この前こちらね単品レビューもしましたが、粗大ゴミを分解するのにめちゃくちゃ役立ちました。替え刃が木材用、プラスチック用、スチール用と3枚用意されていて、あらゆる粗大ゴミを分解することができました。例えば長い木の板とかペットトレイとか粗大ゴミでね出そうとしたらちょっとしたものでも1枚400円とかかかりますし、あとね手数料以上に申し込みとかのね手間がかかるのが本当に面倒なんですけども、うちの自治体とかだと30センチ以内に収めれば全部ね普通ゴミで出せたりするので、このね粗大ゴミを分解してみようと思ってこの電動ノコギリを使ってみたんですけど、本当ねこれはもっと前から導入すればよかったなって思いました。思ったより簡単に切れるし、鉄とかもね切れるのはねちょっと驚きました。本当に簡単に鉄とかも切れちゃいます。粗大ゴミの処分で悩んでる方にはねこの電動ノコギリもおすすめです。本当これもね買ってよかったですね。でそんな電動ノコギリを使った後に合わせて掃除で使ったのがこちらです。京セラのブロアバキュームです。こちらの屋外用の強力な掃除機ですね。バルコニーで電動ノコギリとかを使ったので、木くずとか鉄くず、あとはね散らばった小石とか石とか全部ねこれで吸い取りました。でこれはね吸引とブロワーと切り替えることができて、ブロワーモードにすると枯れ葉とかを吹き払うことができます。枯れ葉をね一箇所にまとめる時とかはブロワーモードが使いやすいですね。公園とかでねよくこの係の方がねこれ使ってたりしますよね。ちょっと本体サイズが大きくて長時間使うには重いのと、音もね結構大きいので使う場所とか時間帯はね選ぶかもしれませんが、吸引力、吐き出し力はねかなり強いので、バルコニーやベランダの掃除を簡単に短時間で済ませたいという方にはこちらもおすすめです。これも買ってよかったですね。で買ってよかったもの、続いてはゲームを一つ紹介します。買ってよかったゲームはこちら、光栄テクモゲームズのニオー3です。僕はね最近ゲームはあんまりやらないんですけど、唯一ねこのアクション RPG というジャンルはね結構好きで、最近ずっとやってるのはこのニオー3ですね。これねやりごたえあってめちゃくちゃ面白いです。いわゆるソウルライク系とか死にゲーと言われるね、やられながら攻略法を考えていくようなゲームなんでめちゃくちゃ難しいんですけども、それだけにクリアした時の達成感とか爽快感がめちゃくちゃあって面白いです。物語は戦国時代から始まって、徳川竹千代後の徳川家光を操作して妖怪によってめちゃくちゃにされた世界を救うというストーリーで、戦国時代から平安時代、邪馬台国時代、幕末とタイムスリップをしながら、その時代時代の名将とか歴史人物と戦ったり助け合ったりしながら闇を晴らしていくという物語なんですけども、実際の日本史とかね妖怪絵巻なんかをベースにしているので、そのあたりもね面白いんですよね。僕はねそんな日本史は詳しくないんですけど、この社会の授業とかが得意じゃなかった人でもストーリーはね面白いと思いますし、ゲームとしてもとてもやりごたえがあるので、こちらぜひプレイしてみてほしいです。僕はねもう今やり込み要素一通りやり尽くして2週目が終わるところなんですけど、本当にねこれ楽しんでます。そんなわけで4月から5月に買ってよかったもの、最後はこちらのニオー3でした。はい、そういったわけで今日は4月から5月にかけて買ってよかったものを紹介しました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルでは定期的に買ってよかったものを紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。